いい感じに安定して飛ぶことができています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は軽飛行機を作ってみようと思います。なるだけ少ない材料で軽くて省エネな飛行機を作っていい感じに飛ばしてみようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは材料を用意して設計図に登録しましょう。黒い飛行機にしたいので、こうやって薄く切った草を燃え尽きる寸前まで焦がして設計図に登録したら、バッテリーを用意して複製します。こんな感じで焦げていない草からでも焦げた草を量産することができます。複製した草を重ねていくことで空気抵抗を大きくしたものをもう一度設計図に登録しておきましょう。これが飛行機の主な材料になります。では次は飛行機の胴体を作っていきます。部品を少なくするためにいつもの二重反転プロペラではなく一つのモーターを使った普通のプロペラを使います。そしてスイッチはベアリングを少しだけ使ってこんな感じで右にねじることでモーターに通電するようにしました。それから手で持って操作する操縦桿と足を支える糸を床につけておきます。草を20枚重ねた草の塊をつけておきましょう。これは揚力を稼ぐと同時に重心を後ろに持ってくる働きをします。次はいよいよ主翼です。こちらは最初の方に登録しておいた10枚重ねた大きな草の糸を2つ貼り合わせて左右それぞれの翼にします。そしてできた翼をこちらの3つの草で作った微妙に上向きの角度がついた部品を挟んで胴体の左右に取り付けましょう。この微妙に上向きについた角度、上半角が機体が傾いても自然に元に戻るバランス調整の働きをしてくれます。ついでに水平尾翼と垂直尾翼も取り付けておきましょう。こちらも草を数枚重ねて空気抵抗を増しています。そしてこちらがプロペラの反作用に抗って相殺するための補助翼です。こちらを左右の主翼それぞれにプロペラの反作用と逆方向に空気抵抗が働くように取り付けることで反作用に耐えられるようになるはずです。次はプロペラですね。大きくしすぎるとバッテリー3本では動かないので小さめのプロペラを作りましょう。小さい草の板を10枚重ねたものを用意したら設計図機能でどんどん複製していきます。それを10枚ずつ重ねたものがこちらになります。さすがにプロペラとして幅が大きすぎるので2枚から4枚に分割することにしました。それにこちらの45度くらいの角度をつけて接着した2枚の板をくっつけてモーターから伸びた軸に接着していきましょう。でもプロペラの幅が太すぎてなかなかつかないので軸を伸ばすことでなんとかギリギリ4枚の羽を取り付けることができました。でも地面に接触して回転させられないので機体の角度を斜め上にすることで地面にプロペラが当たらないようにします。この状態で滑走に必要な3つのタイヤをベアリングの部分だけを使って取り付けました。次は電源ですね。こちらはシンプルにスイッチに細い古代の合金の棒をつなげてその棒に3本のバッテリーを取り付けました。なぜ3本なのかというと風力発電機を破壊して手に入る4本のバッテリーだけで複製するためですね。余分な1本は複製用の電力になります。よし、これでとりあえず機体はできたのでスイッチを入れてみましょう。するとダメですね。プロペラは回転しますが動かずに振動しているだけです。しかもよく見ると
前ではなく、後ろに微妙に進んでいます。どうやら、プロペラが太すぎるせいで、角度を間違えたみたいですね。角度を逆にしたプロペラを、もう一度付け直しましょう。これも設計図機能で複製すれば、簡単にできるのが助かります。さっきの様子だと期待できませんが、もう一度スイッチを入れてみましょう。そうすると、やっぱりダメですね。動きません。プロペラは回っているんですが、完全にパワー不足ですね。私が操縦席から降りると、微妙に前に進んでいて、坂を下っていきましたが、離陸する様子はありませんでした。なので、もっとプロペラをパワーアップしましょう。少し大きい草を使って、まずは一つだけ、プロペラの羽を作ったら、それを3つ複製することで、綺麗に揃った4つの羽が手に入ります。こちらをモーターの軸につけていきましょう。よし、つけ終わりました。早速乗って、スイッチを入れると、かなり遅い回転速度ですが、ちゃんと進んでますね。そして、下り坂に入ると、離陸してくれました。これだけ遅いのに、ちゃんと離陸するのはすごいです。でも、さすがにこの速度では、まともに上昇することはできず、地面の近くをふらふら飛んで、すぐに着地してしまいました。まだ改良が必要ですね。そこで今度は、プロペラの角度を浅くしてみました。だいたい20度くらいだと思います。この状態で、もう一度スイッチを入れると、勢いよくプロペラが回って進んだ後、離陸してくれました。さっきよりいい感じの飛びっぷりですね。でも、プロペラの角度が浅すぎるせいか、速度はかなり遅いので、風に流されています。まっすぐ飛ぼうとしても、横に流れていってしまうんですよね。だったらバッテリーを1本追加して、プロペラの出力を上げてみましょう。そうすると、あんまり変わりありませんね。この世界だと、プロペラの回転数が速すぎても、あまり推進力を発揮しなくなるからだと思います。ここで試しに、空を飛びながら、増やしたバッテリー1本を外してみると、なるほど。ほぼ変わりなく飛んでますね。ここでさらに、もう1本バッテリーを外してみましょう。2本だけにするわけですね。すると、さすがに遅くなりました。もう1本減らして、1本だけにするとどうでしょうか。おっと、捨てたバッテリーが足に当たって、飛行機が壊れました。そのまま落ちていくので、バッテリーの数を変えるだけじゃダメみたいですね。ここで、もう少しだけプロペラの角度を深くして、だいたい30度くらいにしてみましょう。このプロペラなら、いい感じに推進力が出るんじゃないでしょうか。早速スイッチを入れて、動かしてみると、いい感じに飛んでいますね。それほど速くない速度ですが、今までのプロペラより、スピードは出ています。そのまましばらく飛び続けて、機体のバランスを確認してみると、この飛行機は、上に傾く癖があるみたいです。直進安定性も少し低めですね。もう少しバランスを改良すれば、さらにいい感じに飛んでくれそうです。そこで、垂直尾翼の草の板の枚数を増やして、水平尾翼の方は1枚に減らしてみました。これでさらにいい感じに飛べるんじゃないでしょうか。早速試してみると、いい感じに安定して飛ぶことができています。速度はやはり控えめですが、かなり安定感があるので、こうやって操縦桿から手を離しても、ほぼ水平にまっすぐ飛ぶことができました。プロペラの反作
ある程度は感じますが、視力につけた補助力がいい感じに打ち消してくれるので、手で押さえなくてもほぼ傾いていません。改良は成功ですね。それからしばらく飛んだ後、平らな陸地を見つけたので、スイッチを切って着陸してみましょう。プロペラが止まっても、ゆっくり下降して、無事に着陸することができました。もう一度スイッチをオンにして、再び離陸してみると、飛行機を揺することで、なんとか離陸することができました。プロペラを地面スレスレに配置しているので、かなり平らなところじゃないと、離陸しづらいのは欠点ですね。でもその分、操縦席が低くて乗りやすいので、よしとしましょう。さらにそのまま飛び続けて、追尾レーザーを出している風力発電機に近づいてみましょう。果たしてこの速度で避けられるんでしょうか。射程距離に入ったところで、レーザーにやられてしまいました。これだけ遅いと、普通に当たるんですね。それでも飛行能力には問題ないので、これで軽飛行機は完成です。早速設計図に登録しておきましょう。そして材料を集めて、複製してみます。草とベアリングとモーター、庫内の合金とバッテリーだけを使っているので、今までの飛行機より、かなり少ない素材で作れます。重量の方は、材料を全部合わせると、75.54kg でした。それなりにがっちりした、人間一人分くらいの重量ですね。早速設計図機能で複製したら、軽飛行機単体で飛ばしてみましょう。私が乗っていないと、重心が変わって、風の影響も受けやすいので、さすがにまっすぐは飛びませんね。シミュレーション距離の外に行って、停止したので、元からある軽飛行機に乗って、追いかけてみましょう。待てー！同じ飛行機を追いかけるのは、戦っている感があっていいですね。そのまま近づいてぶつかると、おっと、壊れるパーツが多すぎて、処理落ちしています。対戦ゲームのヒットストップっぽい演出にも見えます。ちなみにこの軽飛行機の旋回性能を見てみると、そこまでクイックに曲がれるわけではないですが、速度が遅いおかげで、大きな弧を描くことなく、U ターンすることができました。十分実用的な範囲ですね。プロペラの反作用があるので、多少は旋回にも影響を受けていると思いますが、バッテリー3本分の出力しかないので、特に影響を感じることはありませんでした。私の視点でも見てみましょう。手首のひねりでスイッチを入れたら、離陸を待ちましょう。離陸したら情報ウィンドウを出して、速度を確認してみます。なるほど。秒速3メートル、時速11キロくらいです。私が走る速度より遅いですね。秒速6メートルくらいまで出ましたが、私が走る速度は秒速5メートルなので、全然速くはないです。でもこの遅い速度のおかげで、イヤリングが暴走して、壊れることもないですし、バッテリーをさらに1本外して、2本だけにしても、それなりに飛んでくれるので、安全で省エネなフライトを楽しめます。でも、海の上でスイッチをオフにして、着水してしまうと、プロペラが海面に接触して、暴れて壊れてしまうので、そこは注意してください。それでは最後は、軽飛行機に乗って、行けるところまで行ってみましょう。上から見下ろす視点にして、なるだけまっすぐ進んでいきます。でも速度が遅いせいか、かなり風の影響を受けて、横方向に流れてしまいました。予測できない進路を楽しみながら進みましょう。でも、速度が遅いので、そんなに遠くに飛ぶことができません。バッテリーを増やしたり、プ
プロペラの設計を変えれば、高速化もできると思うので、まだまだ改良の余地はありますね。ちなみに軽飛行機の設計図は、公式ディスコードサーバーで公開しているので、欲しい方は、動画の概要欄の URL から移動して、ダウンロードしてください。そしてここで、バッテリーが切れたので、そのまま着陸しましょう。何もしなくても、ゆっくり降下してくれるので、操縦に慣れていない方でも安心ですね。それでは、飛行機を作りすぎて疲れたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。おっと、ついでに燃えてはいけないものも燃えてしまいました。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、軽飛行機のモーターさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、